ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビババノンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバノン。はい、藤子ちゃんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側にいるのが、白黒のクータくん、グレーのグーちゃん、右側にいるのが白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、そちらからもふもふのベッドをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかな。にゃんこにもふもふのあったかいベッドあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ゆりたん、どうしたかな？固まっちゃったな。もうちょっと前に出てきてくれると、可愛いお顔が見えていいんだけどな。でも前に出すぎるといつも映ってないからな。ちょうど場所的にはそこがいいのか。で、私がこうやって斜めってればいいってことだな。よし、わかった。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていなくって、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティス、ゆりたん、ぐーちゃん。ジャスティス。今日も塩入りさゆでございますよ。思ったよりも結構あったかかったな。もう斜めじゃ飲めないからどうしようかと思ったよ。ゆりちゃん動いてくれてありがとな。おかげでさゆが飲めてよかったよ。ちょっと思いがけずしょっぱいなっていうか、なんか入ってる。
入ってるけど、逃げちゃって取れないから、これは飲むしかないか。何ブツブツ言ってんのこのばさんって感じな。ゆりたん来たな。映ってないな。ピョンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、昨日はもう今日はじゃなくて昨日はなっちゃったな。昨日このライブ終わった後さ、このジャスティスしたな、食器な、片付けるのでさ、キッチンに行ったらな、ちょっと成長している、ちびっこのじいがさ、いたわけよ。あれ成長してるな、また。またこれ成長してんなと思ってね。これ以上成長するとちょっと嫌な感じだなっていうのがさ、いたわけよね。で、また出たなと思ってさ、しばらくもう出てなかったし、で、気温も下がってきたからね、もう大丈夫かななんてさ、油断してたとこだったんだけどさ、まだいる、まだ出てくるかと思ってな。なんかもうウキウキしてさ、でね、大人のじいが隠れてたところにさ、隠れていくわけよ。では、お前もかと思ってさ、やっぱりかと思ってな。だからまた天玉さんにもらったさ、G の薬な、いつものところに巻いて、結局月1ぐらいで補充しないとダメなんだなっていう感じでね。まあ昨日はそれで寝て、で今日朝さ、にゃんこがうんこするんでさ、うんこ最近な、トイレの中でしてくれないんでさ、歩きながらするんでさ、部屋中にね、うんこがぶちまかれてるわけですよ。まあ、ぶちまかれてるっていうか、コロコロうんこだからな、落っこってるって感じなんだけどさ、鹿の糞みたいにさ、でね、まあ、それの、なんかね、ちっこいのかなと思ったんだけど、昨日、おそらく、同じのだと思うんだけど、大きさ的にな、昨日出てきた G がね、部屋の真ん中で、お亡くなりになってたので、なんだろうね、逃げ出すのかね、やっぱりその場が辛いから逃げてきて、その場で生き絶えるみたいな感じなのかね。なんかわざわざ部屋の真ん中に出てきて、ね、お亡くなりになるんだよな、みんなな。えーっと、てんたまさん、皆様こんばんは。まだ G 出るんですか？そうなのよ。油断しててさ、すっかり油断してたらな、おったわけよ。とかって思ってね。でね、おかげさまで、1日でなんとかお亡くなりになったというか、まだ出るということはさ、他のやつは一体どうなってるんだろうっていうのがね、わかんないわけよ。で、しかもほら、ちょっと成長してる感じのが昨日出てきてたわけだからさ、ただまあ成長してるっつっても、1ヶ月でそれしか大きくならないっていうことは、また違うやつなのか、違うやつなのか、それとも意外と G もね、成長するのそこそこ時間かかるというか、なんかそんな感じなのかなと思ってさ、なんか虫の成長ってすごい早そうな感じが、しかも G なんて言ったらめちゃくちゃ早そうな感じがするんだけど、なんか前に見たちっこいのに比べたら、一回り大きくなって、あら、成長してるわっていう感じなんだけど、いや、1ヶ月も経ってんのに、これしか成長しないもんかねっていうのがね、ちょっとわからない。また新たなやつなのかどうなのかっていうところがちょっと、みたいなね、感じでございますよ。で、あとは、何の話だったっけな。まどかさん、こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。で、今日はあれだな、散々
砂糖を1週間やめてみたとか、2週間やめてみると、こんな変化が起こるとか、なんか1ヶ月やめてみたみたいな人の動画をさ、見てみたんだけど、なんかどれも、違うというか、一人ね、最初1ヶ月やめてみたっていう人が、ほぼ私と同じ感じだなっていう人だったんだよね。そもそもお菓子大好きで、なんかね、食べまくりで、なんか毎日結構な量食べてたよっていう人が、そのお菓子とかの、甘い飲み物とか、砂糖を取るっていうのをやめて、で、調味料だとかそういうのは全然、気にしないで、1ヶ月やめてみたよっていうのの、感想を述べてる人がいてね、大体同じ感じの人だなって思って、で、その人は、肌が良くなったとか、あと、お腹がね、ぽっこりお腹だったんだけど、それがね、引っ込んだとか、なんか変化があったみたいで、そうなのか。変化あったのかと思ってな、いいなっていう感じだったんだけど、でも、そうか、その人だったかな、メニエール病だったかな、メニエール病の、症状があって、で、もしかしてこれ砂糖原因なんじゃないかってなんか思って、で、それで砂糖立ちしてみようかなって思ったらしいんだよね。で、そもそもさ、不具合があって始めたもんだからね。それが解消されればっていうのでね、そのモチベーションで続けることができるからいいよね、なんて思ったんだけど、で、それはね、もう本当に如実になんかすぐにね、効果が出たらしいんだよね。やめてすぐになんか耳鳴りだか、なんか耳が聞こえないだか、なんかそんな、なんかちょっと気持ち悪い感じがあったらしいんだけど、それがね、すぐ解消されたみたいな話で、そうなんだなと思って。で、それもないしさ、私の場合は。で、他の人、なんか1週間やめてみたっていう人はさ、なんかすごい変化があるみたいなことを言ってんだけどさ、全部私当てはまんねえなと思って、とにかくその1週間やめてみた人は、寝起きがすっきり起きられるようになったとか、あと、間食、お腹が空かなくなった。で、ニキビが、出なくなったとか、とにかくいろいろ言ってたんだよな。いろいろ言ってたんだけど、そもそも私はほら、すぐ寝れるし、すぐ寝れるし、すぐ起きるし、すっきり起きれるし、で、なんか、その砂糖を取ってると、うつ病かなになるみたいなんだけど、もうそれも特にないじゃんか。でね、ニキビもどうだろう、気にしてないだけであるかもしれないけど、あんまり変わってないから、だかなみたいな感じで、でしたね。はい。まどかさん、こんばんは。てんたまさん、まどかさん、こんばんは。まどかさん、今日、他の YouTuber のライブ見たら、ブツブツ言ってました、ノイズ。その人がパソコンでやってたから、パソコンが原因なのかもしれません。じゃあ、やっぱり私のパソコンが悪いって言いたいわけだな。まどかさんはな、かたくなにな。はいはい。新しいパソコンに買い替えろっちゅうことでございますね。で、あと何の話だったっけな。今日も農協行ったけど、今日も全く同じ品揃えっていうのかな。昨日のがまだ、違うか。小松菜がいっぱいあっただけだったかな。今日は小松菜が少し、だから量がちょっと減ったぐらいな感じで、品揃えは一緒だったんだよね。なんか小松菜じゃなくて、春菊か。
春菊と、冬瓜がいっぱいと、冬瓜がいっぱいと、あとまた唐辛子な。唐辛子と、あとは綿の花というか実というか、それが置かれてるだけで、全くここのところずっと同じ品揃えでございました。てんたまさん、今夜はかなりくるくるしてますね。なんだと、うちは全く至って特になんともないけどな。カニタンさん、なるほど、そうかも。オンラインで学会配信の時、パソコンが加熱して途切れ途切れになってました。ヨッシーさん、私のパソコンにも今日は時々ブツブツ入ります。今日はまともに聞こえません。あら、そうなのね。てんたまさん、こちらは数秒おきに止まる感じですね。だいぶダメだね、それ。何どうしたらいいの？うちは、なんだろう、全然ね、だから本当調子悪い時ってさ、このコメント欄もね、なんだ、使えませんとかなるし、で、回線が、よくありませんとか、出てくるんだよね。そういうのが最近全然一切うちはないんだけど、なんだっけ、スピード回線スピードだっけスピードテスト。スピードテストをやればいいわけじゃないのか？何がいけないのか？どうしたらいいのかな？スピードテスト。ダウンロードをテストしています。ダウンロードじゃなくてアップロードなんだろう？アップロードがちょっといつもより悪い？ちょっと昨日よりは数字が低そうな感じ？ダウンロードが 79.7、アップロードが 70.1、インターネット速度は非常に高速です。このインターネット接続では同時に複数のデバイスでいつも同じことが書いてあるな。まあ、そんな感じで、回線は早いみたいだけれども、ねえ、そういうのはどうしたらいいんですかね。私にはわかりませんね。ああ、そっか。有線、無線か。前は有線だったけどね、今無線なんだよね。なんか、この線いらないねっていう話でね、線は捨てたんで、今無線でございますね。無線の線なのかそしたらな。数量機に止まるじゃダメだね、今日はね。終わりにすっか。ピヨンさん、YouTube と我々リスナー間の問題な気がします。そうだね。どうすればいいんだろうね、これね。あとは、今日はまたね、YouTube ね、ネタがないなぁなんて思ってたんだけどさ、またカラカラさんを発見した時みたいにさ、16年前16年前の動画でね、やっぱりニコニコから、まあ、転載してきたんだろうなっていう動画なんだけどさ、にしても16年前の動画で、再生回数がまたしてもさ、まあ、カラカラさんほどじゃないんだけど、200、何十万ぐらいだったかな、再生とかなんだよね。また出た。謎な動画、何これと思ってね。で、それをさっきさ、発見したんで、それを見てさ、で、それがちょっと楽しくなる動画だったかなっていうやつなんだよ。で、なんだろうなっていう風に思ったらさ、なんか青いシャツを着てる昔だからね、16年前だからかなり前の、ゲームの、なんだろう、ダンジョンみたいな感じの、なんだ、フィールド的な感じの、画像っていうのかな。で、
そこにね、人物がね、青いシャツを着た人物がいるんだけど、で、それがね、ノリノリなんだよね。それがノリノリで、で、他のね、普通の通行人とかも歩いてるんだけど、感染してね、みんな徐々にノリノリになっていくっていうやつなんだよね。で、その時に流れてる音楽が、どうやらね、英語かな？かなんかの曲なんだけど、空耳で日本語で、歌詞が書かれてるわけよね。なんかそれが面白くって、で、ずっと繰り返されてるんで、みんな感染しちゃうんだよね。っていうのがね、さっき出てきて。で、これまたさ、強風オールバックだったりとかさ、カラカラさんみたいにね、なんかすげえバズってる感じでみんな真似してたりとかすんのかなと思ってちょっと調べてみたけれども、なんかそこまでね、強風オールバックほどではない感じっていうのかな。多少ね、真似してる人はいるんだけど、なんかそこまでおすすめにバーって出てくるっていうほどではなかったんだよね。だからこれはどうしよう。真似した方がいいのか、何なのかなんていうことをね、ちょっと思いながら見てたんだけど。で、そのね、真似してる人は実写版で真似しててね。で、本家と比べてるんだけど、何が違うんだろうなって思ったわけよ。実写版もかなり頑張って真似してるんだけど、やっぱり全然違うんだよね。これ何がそんなに違わせてんのかなと思ったんだけど、あ、分かったと思ってね。その実写版の方はさ、人間だからさ、影ができるわけよね。だけどその元ネタの方はさ、人間じゃないからさ、影がないわけよね。それの差でだいぶ違うなっていうのでさ、ちょっと感動した。みたいな、感じでした。てんたまさん、いつもしばらくすると安定するんですよね。だからみんなもっと前から早く入っとけば、安定するんじゃないんですか？もっと前から入って待ってればいいんじゃないですかね。まどかさん、それ知ってます。インターネットで有名なやつですよね。多分そう有名なんだと思うんだよ。そんな16年前のやつがさ、なんか急におすすめにポッと出てきてさ、今度は何と思ってね、見てみたわけよね。窓川さん。中曽根オフ、そう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 。中曽根オフ、とか言って、リアルで再現した人がいますよ。そうそう。なんかリアルで再現した人ね、なんか2つぐらい動画上がってきたかなっていう感じ。で、それの関連なのかわかんないけどさ、なんかすごいバンドっていうのが出てきたわけよ。だからさ、その人がそのね、曲をカバーしたりとか、なんかしてんのかなと思って、そのすごいバンドっていうのをさ、クリックしたわけよね。これ再現してるのかしらなんて思って、なんか2人しかいないけど、どうやって再現してんのかしら、再現してたらすげえなと思って、だからすごいバンドなのかなって風に思ったら、逆の意味逆の意味ですごいバンドで、なんかね、その人たちも結構かなりね、再生されてね、なんかいっぱい、MV っていうの？作ってるみたいなんで、お、すげえなと思ってね、ここまで貫けばよかったんだねと思って、もう全然卑屈になる理由とか全くないねっていうのをさ、思い知らされた人たちっていうのかな。すげえなって思ったんだけど。でね、あんまりほら知らないけどさ、一応なんだっけ、あいみょんのマリーゴールドかな、なんか歌ってみた。
歌わせてもらったみたいな、なんかそんなのがあったんで、それだったら曲わかるかなと思ってさ、クリックしてみたんだけど、どうしたらそうなるの？どうしたらそうなるのよと思ってさ、ね、それが、すごいな。確かにすごいバンドでこれは覚えられるねっていう、バンドだったね。2人しかいないけどね。バンドっていうのかわかんないけどな。まどかさん、藤子さん、PC の問題といっても、いろいろなソフトやドライバーの更新がされていないことが原因かもしれません。ググってみましょう。嫌です。はい。で、いろいろなソフトね、だから使ってないソフトはね、極力ね、捨ててんのね。捨ててっからもうあんまりないはずだけどな。あとは私のパソコンで一番の癌は動画編集ソフトな。動画編集ソフトがかなりね、あの、食ってると思うんだよね。だからもうできる限りもうね、動画編集したら削除して、動画編集したら削除してっていうな、ことをして、できるだけ軽くしてけど、あと写真とかもな、もういいやっていうのをね、時々時間見つけちゃ削除してっていうことをやって、もうとにかく思いつく限りは軽くして、でないと動画の編集、次の編集ができないからさっていうのでね、そうやって整理して、パソコンの中はね、使っておりますよっていう感じです。まどかさん、あと他のユーチューバーの人も同じですが、大きな音を出すとブツブツノイズが入ります。そうでしょうね。じゃあ私はこれから小さい声で喋りますので。皆さんイヤホンをしてライブに、早めにね、参加していただければ、快適な環境で、楽しむことができるんじゃないでしょうか。というわけで、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。あと、今日はあれか、ドラッグストアのね、15%引きのまたクーポンが出てたのでな。一応ティッシュ強いて言うなら、ティッシュの消費量が多いからティッシュかな。でも最近ティッシュが対象外って言われるからなと思って、どうかなと思いつつね、行って、で、やっぱりティッシュを買おうとしたら、これはクーポンが使えませんとやっぱり言われてな。で、また前と同じで、じゃあやめますって言って、猫のね、缶詰買って、で、そこはね、あんまり安くないわけよ、猫のものはさ、いくらクーポン使ったところで。だから特に得ではないんだけれども、でもね、必要なものといったら、にゃんこのご飯かティッシュだなって感じだったので、にゃんこのご飯を、買おうとしたんだけど、なんかポイントがね、溜まってるから、ポイント使えますって言われたから、ああ、じゃあお願いしますって言って、今日はにゃんこのご飯をポイント使って購入してきました。てんたまさん、10年もののパソコンだとキツキツですよね。きついですか？すいません。すいませんね。どうしたらいいの？買い替えればいいっていうことですかね。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは。まどかさん、データ量のこともあるのですが、
PC は動作するためにいろいろな隠れたソフトウェアが働いてるんで、動いてるんです。そうだろうな。だからそれらを更新すると治ったりするんです。Mac のことは詳しくないのですが、だろう。だから年がら年中なんだ。アップデート言われるから、そのたんびに更新しておりますよ。で、そのソフトウェアのアップデートも自動でできるようになってるから、最新のものにはなってるはずだけどな。大工さん、こんばんは。まどかさん、大工さん。で、あとは買い物したのは、その後スーパー行って、またな、見切り品あるかなどうかなと思って今日も行ったんだけどさ、やっぱり見切り品なかったね。もう見切り品のコーナーやめたんだろうなっていう感じでなくなっちゃってたよね。で、どうしようかななんて思って、なんかね、白菜でも買うと思ったけど、なんかなーって思って。どうしようかなと思ってね。で、リンゴでも買う、どうしようかなって思ったんだけどさ。で、最初はリンゴと思ったけど、っていう感じで通り過ぎて。で、焼き芋はどうしようかな、っていう感じで通り過ぎて。で、白菜でも買う、っていう感じで通り過ぎて、で、にゃんこの魚なんか安いのないかななんて思って見てたんだけど、なんか今、んサバが旬なのかしら。なんかサバが安くなってた。最近ね、なんかアジが安いななんていうふうに思ってて。で、サンマが出てるから多分サンマは旬なのかもしれないけど、安くないんだよな、サンマはな。で、なんか今日はね、サバがあったんだよね。で、サバがあれ、安いかなっていう感じだったんだよ。サバ猫食べるかな、どうかなって思いつつさ、アジに比べたらさ、サバの方のが、もう、あの、頭と尻尾は取られてるんで、これ多分、茹でるかなんかすればいいんだろうなっていう感じだったんでね、どうしようかなって悩んだんだけど、猫サバ食べっかなどうだったっけなって思って、なんかまあ、またね、売ってるんだっていうことが分かったから、買いたくなったら来ればいいんだなと思って、一旦引き上げると思ってね、帰ろうとしたら、なんかね、リンゴにね、30%引きのシール貼られてたんだよね。で、あれリンゴ30%引きのシール貼られてたと思って。だから多分今まではね、その見切り品は見切り品のコーナーにまとめてあったんだけど、もうそのコーナーやめてね、直接なんかシール貼ったのも一緒に並べとく方式に変えたのかもしんないんだけど、あれ、なんかさっき全然気づかなかったけど、30%引きのシール貼られてると思って、じゃあリンゴ買うかと思って、なんかいつもそこ行くとさ、焼き芋買っちゃうんだけど、焼き芋ただ毎日食べてるとさ、ね、300円ぐらいするから、だったらな、リンゴを、買えば、まあ、リンゴ600円ぐらいだったとしても、まあ、1日1個食べたとすればさ、焼き芋毎日食べるよりはな、いいかなと思って、で、リンゴを今日はね、買ってきたっていうね、買い物のご報告でございます。てんたまさん、違う、大工さん、ラインディリアストップありがとうございます。てつまさん、自分が10年ものなので、容量的にやっぱりしんどいです。ああ、そっか、そうだよね。だからもうそろそろだよな、やっぱりな。これも2015年だから約10年だもんな。来年になったら9年だからそろそろな。まあ、いずれ買い替えなきゃまずい感じになってきてるっていうことには間違いないな。てんたまさん、見切り品がないなんて夢も希望もない。だろう？もうさ、もうないんだよね。なんかないんだよ。だから八百屋もさ、
八百屋は普段行かないけれども、そこに行けばね、最悪そこに行けば、安いの売ってるわって思ったんだけど、最近全然ないんだよ、そこも。そこもね、安くしてなくて、普通にスーパーと同じ値段で売られてるんでね、どこもかしこもね、みんななんだろう、値段一緒っていう感じでね、移動してもなんか全然お買い得品なしっていうね、状態なんだよね。まどかさん、今日中尾に行ったら、秋だからか、スズムシの鳴き声をずーっと鳴らしてました？とても耳障りでした。中尾の店の中の BGM にスズムシの鳴き声を流してたってこと？まあ、それはさすがにちょっと耳障りよね。自然の音でね、なんか外で歩いてて、自然の音で聞こえてくる分には、まあ、いいっていうのかな。で、またほらさ、田舎の夜中みたいにさ、すごい、数で鳴かれるとちょっとみたいなさ、ところあるけど、なんか東京ね、で歩ってて、なんかちょっと聞こえてくる分には、まあ風流かなっていう感じだけどね。わざわざなんだろう、機械音で鳴らされたらちょっと、それは耳障りな気がするな。まどかさん、りんごありがとうございます。では、大樹さんからラインデリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おっと、ダイヤルかな出たな。ダイヤルかなで、今日は正位置だ。ややこしいな。いつも逆位置なのに、今日は正位置なのに逆位置みたいなカード出ちゃったな。今日のメッセージは何なんですかね。吊るされた男。このことからはいいことしか起きないっていうカードかな。吊るされた男。吊るされた男。逆位置じゃない。今日は正位置。吊るされた男の基本意味。吊るされた男は抵抗できない状態を表すカード。抵抗できない状態を表すカード。逆に、逆さに吊られている男は、一つ前の正義の段階で、ジャスティスの段階で、罰を受けるジャッジを下されたあら、ごめんなさいね。その判決を受け入れた心には静けさが訪れています。だからこそ不自由な体勢にありながらも平穏な表情を浮かべている。冷静に自分の過去と現在を見つめ、新たに生まれ変わろうとしています。また、12にナンバーを持つタロットである吊るされた男は、実力以上は求めず、等身大の自分を認めるエネルギーを宿しています。さっきのすごいバンドみたいなことが。吊るされた男に描かれたシンボルの解釈。左右に伸びる枝。過去から未来へとつながる時間。枝に茂る葉。生きるエネルギー。赤いタイツ。次のステージに進む。青い服。冷静沈着。男に刺す光。自己犠牲。悟るための知恵。はい。キーワード、正位置。需要。自分の意思では動くことができない若者。目の前の状況を受け入れるほかありません。吊るされた男の正位置の意味は、身動きが取れない状況を受け入れ、
その中で自分自身を見つめる姿勢を示しています。自分の意思ではどうしようもない状態だからこそ、邪念が取り払われるのです。キーワード、試練、受け入れる、理解する、覚悟を決める、献身的になる、思考が深まる、自己犠牲の精神がある。悩み別、恋愛、尽くす側になる、ゆっくり前進。仕事、キャパオーバー、脱皮のための試練。対人、一人で考える、意図が伝わらない。決断、立ち止まって状況把握。はい。キャラクターに当てはめて読み解く。聖一、他人と違う視点で物事を見ることができる。熟考してから動き出すタイプ。自己犠牲を惜しまない。献身的で慈愛の精神にあふれているが、試練も多い。はい。深読み。釣られている男は足を4の字に組んでいます。4は安定感を意味する数字。自分に課せられた使命、与えられた宿命を受け入れれば、心は自然と落ち着いていくものだと、吊るされた男のカードは教えてくれるのです。まとめ。変えられない状況を受け入れる姿勢を表すカード。吊るされた男は逆位置なら、もがきながらの方向転換を表すカードでした。吊るされた男は悟りの境地にある状況を伝えています。正位置の場合は自分の中で新たな覚醒が起こっている。逆位置の場合は自分自身を縛っていたものが何なのか見極めましょう。はあ、そうなんだね。はい、なるほど。ってなわけで、本日のタロットカードの意味、調べるの回は、逆位置じゃない。正位置だった。正位置だね。いつも逆位置だから逆位置を読んでしまったな。逆位置を読んでしまったけど、まあ、いっか。まとめの聖地。聖地なら試練を受け入れる心。聖地の場合は自分の中で新たな覚醒が起こっていると受け止めるっていうカードでしたのでね。本日のタロットカードの意味調べるの回は、自分の中で覚醒が起こっている。それを受け入れる。受け入れるっていうカードかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。耳障り。てんたまさん、BGM がスズムシ。自然のスズムシだったらまあいいけどさ、BGM だとしたら確かにちょっと耳障りかもしれないよな。まどかさん、懐かしいカードですね。懐かしいカードだよね。なんかダイアルかな見ると懐かしい感じがするよな。てんたまさん、これで正位置とな、そうそう、吊るされてるからね。大樹さん、いいカードですね。そうですね。ダイアルカナなのでね、いいカードなんじゃないでしょうかね。そう、スズムシだけじゃなかったっけ虫の音って。ね、そのスズムシの音を、虫の声って表現するのが、まあ、日本人だけっていうの。なんでかって言ったら、外国人にはそのね、耳障りにね、聞こえるっていうのでさ。でね、どういう風に聞こえるのっていう風に聞いたら、なんか工事現場の音工事現場の音みたいになんか聞こえるらしいんだよね。あ、そうなのかと思って。だから音が聞こえてないっていうわけではないんだよね。ただ、なんだろう、日本人だと、そのスズムシの、音が、まあ、心地いいというか、なんだろうな、音楽みたいな感じで、耳に入ってくる、受け取れるんだけど、外国人だと、それがね、
工事現場の音なのかと。そうなんだと思ってね、なんか残念ながら、あの、虫の声には聞こえないんだっていうのでさ、で、最近なんかね、やたら出てくるのが、ペンキ画家かな、ペンキ画家の人の動画が出てくるんだよね。で、なんか他の人からもおすすめされたりとかするんで、まあ見たりとかするんだけどさ、で、その人が、今日見たやつで、あ、そうだったのかって思ったのが、まあ、もともとね、絵には興味があったんだけど、ただその時は普通に会社員で、なんかね、デパートで働いてたかなんかだったらしいんだよね。化粧品かなんかで、なんか、売ってたみたいな、仕事してたみたいなんだけど、そこで、まあ、デパートだったからかな、なんか絵を見て、で、その絵に、触発されてっていうのかな。あ、この絵を、描いて、生きていこうって思ったらしいんだよね。で、逃げ道を作りたくないんで、もう速攻辞表を出して辞めて、で、パスポート取って、で、その絵を描いてる人のところに、なんか、弟子入りっていうのかな、しに行こうと思って行ったらしいんだよね。ただそこは結構富裕層の人たちが、買い付けに来る、なんだ、ところだから、なんか学費が高いからね。だから、なんか自分の知り合いかなんかかな。もう一個ね、他の学校があるんで、で、そこは住み込みかなんかなのかな。で、習えるから学費が安く済むからね、なんかそっちに行かないかっていう風に言われて、で、そこで出会った人に、ね、日本人の日本人の、感覚で生きてる村があったんだよね。んで、えっと、外国人、日本人が来るのは、そこの村にね、来るのは初めてなんだけど、君が初めてなんだけど、ただ、日本の文化っていうのかな、を取り入れてね、この村では、みんな生活してるよっていうね、話で。でね、この話はつまんないのかな。竹菜にした方がいいかな。いいカードですね。ピョンさん、もう11時になる。楽しい時間はあっという間に過ぎるのね。で、その人が、なんだっけ、そう、だから日本人だから、一応ね、やっぱりスズムシの、音っていうのは、まあ普通にわしらの感覚と同じような感じでは聞けるんだけど、で、その人たちはもう日本人よりも全然ね、その縄文時代の日本人の感覚で生きてる人たちなんだけど、ただやっぱり虫の音はどういう風に聞こえるのって聞いたら、工事現場の音のように聞こえるって言われて残念ながら、やっぱりね、日本人、その日本語に言葉なんだよね。日本語を喋ってる人がその感覚を持ってるんだよね。だから外国人であっても、そのヤップ遺伝子があるない関わらず、日本語を操れる人は、その虫の音がね、虫の音、音として聞こえるんだけど、ね、なんだっけ聞こえるんだけど、日本語じゃない人にはね、その虫の音は騒音にね、聞こえるらしいよっていう感じで、話広げてみましたけど、失敗に終わったようですね。で、ざわさん、ここで広告入ってきてビビった。ビビらせてごめんよ。ちゅうわけで、じゃあアファメーションタイム行こうかね。はい、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。
地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。はあ、よかった。よかった。よかった。ねえ、ゆりたんね。今日も一緒に入れてよかったよね。ね。で、だから結局その人は絵を習いに行ったんだけど、そもそも日本人が持ってるね、でももう忘れてしまって使えなくなってしまった日本人の感覚を、その村で、教えてもらって、でね、日本人が来たと思ってさ、その村の人たちはさ、多分喜んだのに、実際の日本人は全然ダメで、っていうね、なんか感じだったみたいで、だから日本人が、世界を救うよと。だから日本人に目覚めてもらわなきゃ困るよと。だから日本に帰って、そのね、日本の、もともとの日本人が持ってた能力っていうのをね、なんか呼び覚ますみたいな使命を結局請け負うことになって、なんかそのためにその村に行ったんじゃないかっていう感じのね、話をしてて。でね、なんか報告しなきゃならないんで、毎月月末になんか何人の人に、そのね、活動をしたかっていう報告をしなきゃならないらしいんだよね。未だにやってるらしいんだよ、それをさ。そうなんだ、すげえなと思ってさ。でね、YouTube でバズってていいよな、なんていう風に思ってたんだけど、いやいやいや、そんな覚悟の上な、この人やってたのかと思って、そりゃすげえやと思ってな。でね、もう本当に会った人に全員にこの話をしろって言われて、もう本当に頑なにね、会った人にその話をしてて、ただそのおかげでいろんなミラクルが起きててね、なんか本を出版することになったりとか、そうだよねって思いながらさ、そっか、それはそれでなかなかね、自分の人生、どうなんだろう、楽しんでやってるんだろうから、いいんだろうけどさ、ね、なんだろう、捧げてるっていうのかな、そんな感じのところが、そうだったんだなと思って、そりゃすげえやって、ちょっと思ったんだよね。え隣のマクドでスズムシの BGM 流れなくてよかった。そう、思い出したけどさ、なんか今カメムシがさ、大量発生してるんだって。なんかね、知らなかったんだけど、たまたまうちのさ、玄関の前にさ、カメムシひっくり返っててさ、時々ね、コガネムシがひっくり返ってることはあるんだけど、なんかカメムシひっくり返ってるのは初めて見た気がしてさ、なんだカメムシぞなんて思ったんだけど、なんかどうやら今さ、カメムシが大量発生してるらしいんだよね。と思って。いたいたって思ってさ、確かにと思って、大量発生してたのかと思って、だからね、地震が近いよっていうね、お知らせらしい。日本語とスズムシ、そうそうそう。だからこの日本人にしかない感覚っていうのは、なんかヤップ遺伝子を持ってる持ってないの話かと思ってたら、そうじゃなくて、この日本語をね、操れるってこと。だからたとえね、遺伝子が外国人であっても、日本語ペラペラの人にはね、ちゃんと日本人と同じ感覚はね、備わってるらしい。だから日本語を扱えるかどうかっていうね、ことが肝らしいよ。てんたまさん、カメムシいるところは、結構いますね。そうそうそう。で、なんかね、全国的に大量発生してて、で、東京と沖縄は、なんか大量発生してないんだけどって話だったけど、いや、東京だけど、いたけど、いたけど、と思ってね。なんかあれって思ったんだよね。
てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、スクールメイツが来たよ。このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。押せない。